こんにちは。4G 初めから攻略パート28です。前回は体験用の居合装備を作成しました。今回は若干寄り道しつつ G3 キークエストをがっつりと進めていくよ。例の火薬の消失と謎の黒い液体の件、進展はあるのでしょうか。さてと、じゃあまずは施設の拡充といきますかね。新色の残滓、これは恐竜ウイルス研究所の拡張クエですね。どちらも最初から恐竜化しており、それなりに難易度は高いと思います。とはいえ、元は G2 クラスのモンスターだからね。新しい居合体験装備の前では敵ではないよ。さあ、まずはブラキからですね。火の国でもここで戦いました。あの頃と比べて、ブラキは恐竜化してますが、こちらも居合を手に入れてます。初手はお決まりの流れていこう。振り向きを狙って試さんだ。いいね。これでスタンを1回多く蓄積できる。そのまま怒り方向も狙います。狙いましたが、これは角に当たってしまいましたね。サイズもあるけど、これよくミスるんだよな。立ち位置は要研究だね。さて、お次は落とし穴だ。このクエではブラキに投入するぞ。おお、いいですよ。すぐかかってくれました。せい。そのままスタンが来たね。この体勢で縛れるのは嬉しいぞ。スタンの復帰が落とし穴復帰で潰れてしまいますが、まあ、たくさん殴れたのでいいでしょう。エリアインの前に交流石は研いであるので、恐竜化解除の間際になってるはずです。隙を見て一発入れたい。よし、計算通り解除できたぞ。ついでにサブタゲもゲット。立ち上がりいいですね。このクエはいかにブラキを抑えるかが重要です。体力を含め耐久力は高くないはずなので、チャンス一つ一つを最大限に活かしましょう。スタンと罠は使ったから、あとは先行で止めつつ地道に削っていこう。ブラキは一度防戦に回るとどうしようもないので、無理だけはしないようにしたいですね。いる口と削りがでかいから、オチオチガードもできないしな。極端な話、何かしらリアクションが望めない限り、殴らない方がいいまであるよ。先行中も威嚇と尻尾くらいしか狙える隙はないですね。あとは解除モーション。解除モーションは結構もっさりしてるからね。落ち着いて頭を狙っていこう。よし、いいぞ。頭へのためさんが入るのは美味しい。これはあっさりいけるかも。と思ったら、未発見モーションですね。もうレウスワッシュが合流しちゃいました。火の国のオウガもそうだったけど、このエリアは合流頻発するな。とてもじゃないが、2頭同時に相手はできん。ペイント肥やしをつけて分断を待とう。一応、ブラキはまあまあ削れてますからね。じっくり行きましょう。40秒くらい待ったら移動してくれたよ。ここで休眠まで持っていきたいな。ちょっと気がかりなのが再恐竜化ですね。ロスがあったのでもうすぐなっちゃいそうです。石がまた使えるとはいえ、先行だけでなんとかしのがないといけません。しかし、いい狩りで腕舐めてるぞ。これはタメさんチャンス。おお、いいですね。年金の爆発を冷静に待ったの良かったです。そのまま怒り方向にも頭ヒットしました。これ、だいぶ順調なんじゃないですか。ただ、ここからがしんどいんだよな。ちまちま削ってかないと。言ったそばから最強流化だよ。ほっとくと、ガチの強敵だからな。恐竜化は単純な速度変化に加えて、一部コンボ技が追加されたりしますね。特に、尻尾回転からの前方爆破が厄介です。後隙を狙おうとすると食らいやすいですね。恐竜化はいい狩りでも手強いからな。年金の爆発速度が尋常じゃないよ。まあ、爆発するまで近づけないよりマシって時もあるが。これでも、ブラキ自体は MH4 から調整されて、おとなしくなったんでしたっけね。そんなの全然感じないほど、まだまだ強いです。このシンプルな殴る攻撃が一番強いからね。範囲もダメージもやばいし、後隙ないし。特に脅威なのが、爆発の範囲の広さですね。かわしたと思っても当たってたりします。2連叩きつけやフックから派生するパターンもあって、瞬時に見極め続けないといけませんね。対処としては、基本的に逃げ回りつつ、2回攻撃したことを確認してから反撃するって感じだね。まあ、次の行動次第では危なくなったりするが。それでも、ダメージ取らない限り終わりませんからね。やられる前にやりましょう。この辺も全然余裕ないな。逃げ切るだけで精一杯って感じだ。いてて、普通にぶん殴られてしまった。先行は当たりましたが、そのままエリチェンさせられてしまいました。すぐ戻ったので、効果時間続いてますね。
解除モーションにためを入れていきます。頭には当たらなそうだが、さてブラキ君、残り体力はどんなもんかね。おお、引きずってるじゃん。なかなかいいペースだ。これで山は越えましたね。休眠を待って突撃します。よーし、ブラキ終わりだ。7、8分だったかな。分断待ちも含めるといい調子でしたね。ではレウスを追いましょうか。だいぶ登らないといけないが、もう一頑張りだ。お、来た来た。意外と早く会えたわ。ペイントつけといてよかったですね。では、あと1匹、サクッとやっていきましょう。何飛びながら吠えてんだよ。とりあえず降りてこいや。レウス君に関しては特に考えることはありません。飛んだら先行で落として頭を殴ります。今回はスタンも取れますので、速攻撃破を狙っていきます。以前チャークでやった時、3分くらいで片付いたからな。G 級でも相当体力少ない方だね。まずは恐竜化の解除をしていきましょうか。無理に攻撃せず、できるだけ貯められる機会を待ちます。位置が若干不穏だな。エリアの端っこに居座ってる。落とされても嫌だから、なるべく広い方に誘導していこう。立ち上がりとしてはいい感じですね。ためをバシバシ当てられています。あとは飛び待ちかな。先行で墜落する隙を狙っていきたい。他に狙えるの、ブレスくらいですからね。ブレスですら高速化してるとためは入りづらいです。お、飛んだ飛んだ。じゃあ落としてと。もはや流れ作業だな。これが空の王者だよ。ちょっとかわいそう。あ、流れで恐竜化も解除できました。フル装備体験の前では敵ではありませんね。これ、マジですぐ終わりそうだな。火の国の3倍くらい楽なんだけど。スタンも来たぞ。ボコボコで楽しいんだが。やはり、居合術があるだけでだいぶ変わりますね。スタンが取れるのは1回くらいですが、少ない時間で取れるダメージがでかすぎて、1回でも十分です。体験ってコンボの方法いろいろあるから楽しいんだよね。相手との位置関係によって毎回選択肢が変わる。普通にバットを入れたり、コロリンから横殴りしたり、はたまた投げ払いからつなげたり。うまく使い分けられると体験使いになった気分を味わいますね。ラージャンばっかやってると今日ため使う機会少ないからね。攻略中ならいろんな敵と戦えるから。体験自体への理解度も高くなってる気がするわ。あら、今度はレウス君疲労してますよ。疲れるの早いですね。クエスト時間は経過してるし、恐竜化中は疲れるのも早いからな。こうなるとブレスを使ってほしいんだが、どうかな。もうだいぶ削ってると思うので、そろそろ休眠してもおかしくないですね。できれば逃さずにこのエリアで仕留め切りたいところです。さて、どうなるかな。お、引きずった。逃がすかよ。ナイス先行止めです。どぎつつチャンスを待ちましょう。ちょうど疲労してるから、ぼーっとするモーションやってくれないかな。あ、やってくれたわ。いいやつだなお前。そのままフィニッシュですね。お疲れ様でした。10分台で終わりましたね。レウスとは2分半くらいしか交戦してません。この装備作ってよかったわ。居合がとにかく便利すぎる。よし、これでウイルス研究所が発展するはずだ。これは今後重要になるからな。それじゃ、研究所覗いてみましょうか。オーケー。これでようやく石2個持ちが可能になったね。ちなみに、石回りの発展は2段階あり、2個持ちは2段階目になります。1段階目は、続撃と進撃の解放ですね。石回りは、これで完了しました。以前も触れたけど、進撃レベルには、試作型より効果が短くなってるよ。対応期間を重視した結果、効果が短くなった説が、当チャンネルの見解だね。もちろん、我々が勝手に言ってるだけです。さてと、ほいじゃここからは、キークエ攻略といきますかね。残る G3 キークエは2つですね。では、武器強化していきますか。あった、これだね。ディアロゼッタだ。以前も使った非属性の強属性チャークですね。イベントなし環境では、これが最終版となります。なぜか G 級金銀は通常クエにいないんですよね。キティは古文書で出るのにね。ここら辺からイベなし環境は窮屈になっていくよ。ではやっていきましょう。
スキルは非属性プラス3を揃えてきました。ここからはほぼ調出しか打つ気がないので、これで十分でしょう。満を持して、ってほどじゃないけど、ドスコリュウ最後、ナズチをやっていくよ。こいつは 4G での復活モンスターだね。4でも素材だけは登場してたけど、ナズチって微妙にドスコリュウから外れることありますよね。ワールドでもこの子だけいませんでした。正直、クシャルとテオが知名度的に強すぎるのはあるな。2頭で固有の代表みたいな顔してるしね。よーし、じゃあやっていくか。ナズチも過去作とはだいぶ変わったよな。昔は本当に見えなかったですからね。4G はヒーカリだとめちゃくちゃ普通に見えます。ナズチといえば、双剣で後ろ足を乱舞されてこけ続けてる印象が強いです。今作もぶっちゃけ同じ狩られ方はしてるが、だいぶ動けるようになってるね。全体的には緩慢ですけど、突然素早くなったりしますね。あ、毒食らっちゃいました。しゃあない、漢方薬でも飲むか。落葉草の根、もうちょっと増やしとくんだった。漢方薬は解毒薬の効果に加えて体力が10回復しますね。一応解毒薬の上位互換ではありますが、回復効果は本当におまけ程度です。正直、ナズチ戦だとアイテムでのケアは向いてないな。毒になる機会が多いんだよな。装備が組めるなら、毒無効をつけた方が色々と快適そうだね。毒って1スロ2ポイントじゃないんですよね。5スロスキルなら採用しやすかったんですが、ナズチのためだけに防具しみるのも面倒なので、今回は非属性攻撃を優先しました。ね、また毒入ってるし、効果短いのが救いか。あ、怒り来たね。ここからはちょっと慎重に立ち回ろう。ナズチの透明化能力が発揮されますね。自分で霞を吐いて、それに紛れる演出になってます。それから、この最中は BGM もこもった感じになります。凝ってますよね。この状態だと普通に戦闘力高くなるね。動作をキャンセルしてブレスにつなげてきたり。スピードもかなり速くなるから、慣れないうちは瞬間移動してるように感じるよ。あ、まさにこれですね。毒液をキャンセルして回り込みブレスです。霧状のブレスはかなり攻撃力が高いので、毒と合わせてかなり脅威になりますね。チャークだと反応できないことがあるからな。怒り中はむやみに解放切りを使っちゃいけんね。さあ、そして乗り攻防です。ナズチはフェイント気味に動くので、ちょっと難しいですね。よし、無事成功だ。ようやく調出が打てるぜ。ナズチは火がかなり有効だけど、部位によって結構効きやすさが変わるんだよね。ざっくり言うと、翼と尻尾を殴らなければ、どこでもそれなりに通ってくれますね。多分、後ろ足から腹や頭に向かって撃つのが一番ダメージ取れる気がします。今はチャークを持ってるけど、ぶっちゃけ調出との相性はそんなに良くないと思う。やっぱり手っ取り早いのは、双剣とか双中根でひたすら後ろ足を殴ることだね。後ろ足は火が25も通りますからね。張り付いてればずっとダウンしてくれます。古の戦法がしっかり通ってくれるんですね。剣モードで殴る戦法も一応取れるが、効率はさすがに落ちるからな。あ、毒切れ来た。これは初段だけガードして調出チャンスだよ。この攻撃は範囲内に複数回判定が出るんですが、初段だけは吹っ飛ばし効果がつくんですよね。1回のダメージ自体は大したことないので、調出を優先していいと思います。ただ、これは一旦体勢を立て直したいな。体力と切れ味を回復しておきたい。ナズチ戦、無理は禁物ですからね。毒と合わせて一気に体力を削られます。さあ、第2ラウンドだ。行くぜナズチ。と言っても、やることは終始変わらないんですよね。後ろ足を殴って倒れたら調出の繰り返しです。レオやクシャルと比べると、やや絵面として地味な感は否めません。大剣で振り向き狙いでもできりゃ別なんだが、こいつってそういうセットプレイできるのかな。ギルクエでほとんど通ってこなかったからよくわからないや。あら、移動しましたね。ちょっと長い戦いになりそうです。さあ、移動して数分。やや変わり映えしない戦闘が続いております。おっと危ない。ナズチで一番警戒すべきはこの突進だね。出が速い上にめちゃくちゃ素早くて、おまけにダメージもかなり痛い。下に当たるとアイテムも盗まれちゃいます。絶対食らいたくない攻撃ですね。で、元のエリアに戻ってきたよ。いつの間にか10分以上経ってるな。早いとこ倒したいですが、まだ角すら壊れてませんね。ナズチの角破壊は体力 30% 以下なので、一つの指標となっています。
とにかく足を殴って、ダウンを取らんことには始まらない。さあ調出だ。クリーンヒットしてくれ。おお、クリーンヒットしたみたいですよ。角が壊れました。いつ終わるか不安でしたけど、とりあえず残り 30% 以下にはなりましたね。まあまあいいじゃん。少しやる気が出てきたよ。武器が最終強化でないので、若干火力不足かもと思いましたけどね。ディアロゼッタの時点で、非属性の数値は十分高いんだよね。ルナエストーレとは物理火力が離れてるけど、ナズチには物理はあまり通らないからな。それで角が壊れたことによって、透明化能力が不完全になりましたね。シルエットが出るようになったので、もう丸分かりです。これでめちゃくちゃ楽になるわけではないが、ブレスを避けやすいのはありがたいな。行動をキャンセルされると、マジでワープしたと感じるからね。角を折ると分かりますが、透明化の最中は影すらなくなるみたいですね。かなり高度な能力ではありますが、どういう理屈なんでしょうか。私に聞かれてもわからんよ。私はゲーム内の事象について気にならんタイプだし。モンハンの理不尽な点を強引に解釈するスレでも、覗いてみたらいいんじゃないの。また懐かしいスレ隊ですね。あの文化ってまだ続いてるんでしょうか。言って、それより体力がヒンチなんだが。今の下に当たって助かりましたね。本体なら確実に映ってましたよ。なんとか生き延びた。ここまで来て、オツは嫌だからな。また移動ですが、さすがに次のエリアで終わらせたいですね。よーし、そろそろ決着つけるぞ。キークエはお前だけじゃないんだ。もう一回くらい調出を入れれば、討伐が見えると思うんですが。毒切りですね。カウンターが入ります。これを耐えるか。だいぶ削ってると思うんだけどな。とにかく、ゴリ押しで決めに行こう。あ、終わりました。さすがに体力ミリでしたね。オーケー、ナズチ無事に超えられたか。久々だから一番不安だったんだよ。さあ、これでドスコ竜は全てクリアした。G さんに新しいクエストが解放されるぞ。いよいよ G さんキークエもラストになりますね。気合い入れて頑張りましょう。今、しれっと大宝玉出てましたね。このデータ、やたら大宝玉出やすいです。テオの落とし物からも出てたしな。あって困るものじゃないが。さあ、じゃあ改めて、最後のキークエスト行ってみようか。しかし、もう G3 キークエラストか。G2 に比べて少ないから、早く感じるな。最後はこの子ですね。ウカムです。思えば、上位の最後もウカムでしたね。さすがに G 級ではラスボス前ですが、結構優遇されてると思います。装備はナズチと全く一緒ね。で、戦闘中にやることも、ほぼ一緒だ。よし、ここは我々のトークスキルが試されるぞ。ウカム性を退屈させないようにせねば。そんな急にハードル上げられても、ウカムに面白い行動するよう頼んでくださいよ。ウカムも上位とほぼ変わらないんだよな、これが。よし、行くぞ。さすがに、ムービーは2回目なので秒速カットだ。前述の通り、この子は上位とやること変わりません。後ろ足を狙ってこかし、調出を打つだけです。先方が上位個体ともナズチとも被ってます。なぜみんな後ろ足が弱いのでしょうか。まあ、ウカムの後ろ足は特別弱くないが、単純によくひるむんだよな。ほっとくと強いのは事実だから、動かさないのが一番になるんだよね。我々の装備で攻撃食らったら、ひとたまりもないでしょうね。ありもので適当に組んだので、防御力560しかありません。非属性特化で真面目に組むなら、ケチャジェットメールの倍化が良さそうだったね。非属性攻撃後のスロ2だから、あれ倍化するだけで、それなりにまとまりそう。ケチャー氏の狩猟では、武具が使えないだの、いろいろ言ってたと思いますが、こういう特化装備でも使いどころがあるのは、まだ救いですね。G3 キークエの2つに有効だしね。攻略用装備としては、十分作成価値がありそう。それに、この後にも活躍機会はあるしな。武器強化の時にも言いましたけど、非属性チャークが最終強化できないのが残念ですね。イベなしでは金銀希少種すら G 級に出てこないの、なかなかにびっくりします。ミラバルとかが出ないならわかるんだけどね。実際 MH4 の時はそうだったし。追加コンテンツで作品寿命を伸ばすのはよくあるけど、素材が見えてて作れないのはもどかしいよな。この傾向はモンハンクロス系列まで続きましたよね。当時はこの方式ちょっと嫌でしたよね。4G の場合は発掘装備の存在があるからね。解禁前に当たりの発掘が出ちゃったりな。発売当時はそういう武器多かったですよね。裏ミラですら発掘体験でええやんとなってました。
DLC 限定になると登場時期の差も生まれるからね。発売半年後とかだとプレイしてない人もいるからな。今は事前にアップデ時期が公開されてるし、イベクエ以外も追加されるからまだいいけどね。DLC 関連で言うと、当チャンネルにもたびたびコメントいただくことがありますね。よくあるのは、最近 4G 始めたけど、イベなしと知って絶望したってやつでしょうか。これに関してはもう残念としか言いようがないよな。オンライン終了ってマルチプレイに目が行きがちだけど、DLC 全般停止してるってことだからね。何度でも言いますが、HD 移植やリメイクでの復活、いつまでも待ってます。で、ウカムくんに全く触れてませんけど、戦闘の方はいかがでしょう。正直見たまんまというか、さっき話してたまんまというか。基本的なところは上位と全く変わらないよ。攻撃力が脅威なのは間違いないけどね。地味に足踏みによる削りが一番厄介ですね。ほづかれただけで1割以上減ります。ただ、大技を食らわないようにだけしてれば、気にするところはないかな。後ろ足への張り付きは攻撃食らいづらいから、その点でも理にかなってんだよね。ブレスに突進にボディープレス。正面に立ってると危険な行動ばかりですからね。後ろ側でケアするべきなのは、方向の際に降る氷塊くらいでしょうか。あれは確かに食らうと厄介だね。硝酸剤くらいは持ち込んでいいかも。あとはひたすら我慢比べだね。隙を見て調質を打ち込むだけのお仕事だよ。チャークの場合は方向の攻撃判定をいなせるのが大きいかもですね。高級耳栓をつけてても吹き飛ばしの判定は無視できませんからね。こういうでかい相手はチャークの得意分野だからな。思う存分火力を押し付けていこう。数分経過したところでキャンプにやってきました。一息つけるので戻り玉の持ち込みがおすすめです。支給品でも戻り玉があるからね。ソロなら戻りループできるよ。G 級だから応急薬もグレートになってるな。これが結構ありがたいんだよね。G 級だと削りダメージすら大きすぎて、ただの応急薬では間に合いませんからね。削りの有無で大技を耐えたり耐えなかったりするので、細かい体力回復がしやすいのはありがたいです。で、今の経過時間はだいたい7分くらいか。ちょうど折り返しって感じかな。それじゃあ、後半戦もやっていきますか。そりゃあ。おお、尻尾が切れてぶっ飛びました。相変わらずリアクション大きいですね。こんだけ太い尻尾が中間からもぎ取られるからな。相当痛いんだろうね。断面を見ると結構肉の部分が占めてるんですよね。広角部分もだいぶ分厚そうではありますが。ちなみに、セカンド G における尻尾切断は体力 25% 以下の条件がついてましたね。この体力条件は 4G では存在しないみたいだね。それでも耐久値は高いから一定の指標になるけど。超質物化メインならなおさらですね。相対的に斬撃ダメージは少なめですから。尻尾が切れた時点である程度削れてるなと感じます。で、もう切れ味が青になっちゃった。緑まで行ったらさすがに研ぎ優先だね。白ゲージの短さは強化と中間出ますね。ちなみに匠をつけても白が伸びるだけです。ウィンのダメージは切れ味関係ないですが、斬撃ダメージはしっかり落ちますからね。なるべく縦強化なしでのガードとかはしないようにしたいね。あ、この展開ちょっとまずいかも。早速縦強化なしのガードしちゃいました。火星1は積んでますが威力値高いですね。技物も積んでるとはいえ、のけぞり台になると切れ味をごっそり持っていかれます。GP もしてないからただ削られただけだな。さあ、あれからさらに数分が経過。まだ倒れないな。武器性能との割合で言えば G 級は上位よりやばいはずなんですけどね。武器もスキルも万全でないからか、それなりに時間かかってしまいますね。ヌカムは後々周回する予定あるからな。せめて10分芯では片付いてほしいんだけど。ほら、何発目かわからんが、調質を食らえ。調質も一撃ではひるんでくれませんね。上位は大体ひるんでたと思いますが。後隙に反撃もらわないようにしたいところです。これも何度目かわからない先行突進だ。左右に走るだけだからあんま緊張感ないな。初見はパニックになりそうですけど、意外と怒り値も振り切れるんですよね。さて、次の調質では倒せるでしょうか。あら、切り返しで終わっちゃったよ。手応えないな。でも、これでキークエはクリアですから、進んだだけよしとしましょう。そうだね、これでキークエ全部終わったか。いよいよ、緊急モラストになるな。正念場ですね。では、大老年に戻りましょうか。
さ、来たね。ゴグマジオスだ。各地で起こっていた火薬の消失と黒い液体。正体は超巨大な古竜でした。これが G 級ストーリーとしては一応ラストになります。次回、頑張ってきましょうね。これもまた壁として有名なクエだが、詳しくは次回で触れていこうか。では、今パートは締めに入ります。ゴグマ出現まで来たぞ。いよいよって感じだな。あ、ちなみにしつこいようですが、このシリーズではゴグマクリアでは終わりませんよ。むしろクリアしてからが長いと思います。やること大量にありますからね。だね。とりあえずはしっかりゴグマ超えて真の G 級突入といきますか。ですね。引き続き頑張っていきましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。